イレクターパイプと金属継ぎ手、これだけでは接続することができないので、今回はね、こんな商品使ってみようと思います。M5 のボルトをね、準備していただいて取り付けることになるんですが、取り付けた後に1個懸念点が生まれたんですよ。ここに、はい、どうも黒ガレージです。今回の動画はイレクターパイプと金属継ぎ手、こちらのね、イレクターパイプの部材を使って愛車のサンバちゃん、車内の快適化を進めていこうぜっていう、そういう動画でございます。皆さんね、イレクターパイプって聞くとカーライフというか、そういったところには紐づかないようなイメージ持ってる方いるかもしれないですけど、意外とですね、カーライフとですね、イレクターパイプ、個人的には親和性が高いと思ってたりもします。人によってはですね、このイレクターパイプの部材を使って釣りを楽しまれる方が、竿をね、収納するためのロッドホルダーが作られていたり、車の中で車中泊をする方なんかはね、ベッドキットを作っていたり、棚を製作されてたりとか、車内の仮装なんていうところに活躍してたりする部材でございます。今回はですね、そういったロッドホルダーや棚を製作するっていう大物ではないんですが、こんな感じでですね、過去にイレクターパイプであんなことやこんなことをしたあまりの部材たちがですね、こんな感じで所狭しとストックされてたりもします。なので、余ったパーツプラスアルファのですね、部材を導入してですね、こちらのサンバーちゃんの車内の快適化を図ってみようという動画でございます。実際にどこまで快適化を図れるか、果たして僕の頭の中の構想が成功するのかどうなのか、そのあたりはね、まだ分かっていません。この時点でどういう結末になるかは分かっておりませんが、僕の頭の中にある構想に従って試したいというふうに思います。現在ね、外は雨なんですが、撮影している場所はこんな場所でございます。はい。こんな場所で日々生活をしながらですね、YouTube の活動拠点なんかにも活用していてですね、とりあえず何でもやってみるをテーマにですね、自分自身の人生を DIY していけるような、おじさんのおじさんによるおじさんのためのおじさんのサブカルチャーチャンネルを目指してたりもします。僕にもね、復活を待ってるバイクだったり、テーラートレーラーがいたりもしますが、はい。いろんな、ガラクタと呼ばれてしまうようなものも含めてですね、僕にとってはお宝がこの場所にはいっぱい眠ってたりをします。こういったものをね、復活させて遊んでみる動画もそうなんですが、世の中のおじさんが元気に楽しく生きていけるようなテーマで動画を発信していこうと思ってますんで、ぜひともご視聴いただいてチャンネル登録もしていただければと思います。はい、ということで今回ね、ちょっといたずらというか試してみようと思ってるのが、運転席側のこちらのアシストグリップの部分でございます。アシストグリップの場所にイレクターパイプの部材を使ってイレクターをこういう感じでね、固定できれば、このアシストグリップの部分を使ってですね、アシストグリップを兼ねながらスマホホルダーなんかつけることができるんじゃないかななんていうふうに思ってたりもします。実際にイレクターパイプと金属継ぎ手、これだけでは接続することができないので、今回はね、こんな商品使ってみようと思います。こんな感じのものでですね、金属継ぎ手、はい。ここの貫通してるボルトでアシストグリップのネジのところに留めて、金属継ぎ手を挟み込んで留めるようにできるものでございます。この部品はですね、実は僕も販売をしております。動画のコメント欄にですね、商品ページ貼っておきますんで、今回の動画でね、イレクターで工作したいなんて思われた方は、試しに見ていただければと思います。いずれにせよこういった部材ね、販売してるのは僕だけじゃないです。いろんな方が販売したりするんで、別に僕のところから手に入れる必要もないかと思いますんで、気に入る方がいたら見ていただければ程度で思っていただければと思います。いずれにせよですね、アシストグリップを外さなければいけないんで、まずはアシストグリップを外して、現物でね、合わせてみて、使えるか使えないかってやってみようかなというふうに思います。ということで、外していきます。よし。アシストグリップが外れました。アシストグリップ外すとですね、経年の汚れが目立ちますよね。いずれ車内も塗装面全部ね、磨きをかけて綺麗にしてあげるつもりではあるんですが、外した機械にしかね、なかなか綺麗にできないような場所は、今のうちにこの水垢一発でですね、綺麗にしとこうと思います。でね、こういったところ、DIY が好きな人ってやられてるとは思うんですけど、ここ外したからついでにここをやっておこうみたいな、そういう感覚で作業をするのってすごく大事だって個人的には思ってたりします。例えば分かりやすいところで言うと、タイヤホイールとか結構そうだと思うんですよ。季節ごとにね、スタッドレスと夏タイヤを履き替える人って結構いると思うんですけど、そのタイミングでね、一度タイヤホイールをきれいに洗ってから保管しておく人と、きれいにすることなく保管してしまって、
っていう人の2パターンに分かれると思うんですけど、個人的にはですね、前者のせっかく外したなら外した部品をきれいにして保管しておく。外した時にしか触れない場所はそのタイミングできれいにしておくのついで作業みたいのをやっとく方が個人的にはいいと思ってます。それをしとくことによってね、例えば外して保管してある部品も次回使う時気持ちよく使うことができますし、こういうタイミングで磨いておくことによってですね、車内をきれいにしようかって言った時にですね、手間が省けたりもするんで、どうせだったらこのタイミングでやっちゃおうみたいな。ついで作業っていうんですかね、やっといた方がいいと思います。考え方は人それぞれだし、一概にそれが正しいとは言えませんが、気持ちよく作業ができるように心がけてます。普段から触っておくことによって、ちょっとした時間で、触ろうかな、いじろうかな、整備しようかなって思える、DIY しようかなっていう気持ちになる、作業する心理的ハードルを下げることができるんじゃないかななんて思ってたりもします。はい。今ね、動画外でですね、軽く取り付けをしていて分かったことがいくつかあるんで、まとめて説明させてもらっていいですか？僕が販売してるこちらの部材ですね、こんな感じで6個入りで販売してるんですけれども、M6 のボルトを一緒にこうやってセットした形で販売してます。最近の国産車って、アシストグリップを止めるところとか、ユーティリティナットって呼ばれる、そういったところのこのボディに仕込まれてるナットは、だいたい M6 のことが多いんで、このセットで販売したりもするんですけど、このサンバーちゃんだったり、以前に乗っていた三菱のミニキャブとか、あのあたりの車種って M5 を使われてました。1個細いボルトをね、使われてました。これが純正で使われてたボルトなんですけども、同封されてる M6 よりもワンサイズ細いですね、ボルトで固定されてました。ご自身の車がね、M5 のナットが使用されてる車種の場合は、こんな感じで M5 のボルトをね、準備していただいて取り付けることになるんですが、取り付けた後に1個懸念点が生まれたんですよ。ここにイレクターパイプを使うことによって発生する懸念点というのは僕も元々あってですね、それがどうなるかちょっと検証してみたいなっていう部分もあって、試しに取り付けてみた部分はあるんですが、こうやってですね、単純に同封されてる部材にイレクターパイプで固定をしてみたんですが、はい。わかりますかね？運転席の視点が今こんな感じです。運転席の視点に立つと、イレクターパイプが微妙にフロントガラスに干渉してるというか、フロントガラスの中に入り込んできてるの分かります？フロントガラスの視界内にですかね、入り込んできてるのが分かるかと思います。この状態だと、多少とはいえ、前方の視界に影響を与えてしまうっていうのが出てきて、個人的にはこれ良しとはしたくないので、今回はですね、このイレクターの部材よく見てもらうと、ここにラインが入ってきます。これおそらくカットして使えよっていうことだと思いますんで、勝手な解釈をしてね、この部材もですね、半分にカットして取り付け高さを低くなるように加工をしてあげて、ここに取り付けようというふうに思います。今 M5 のこういうボルトね、ストックを漁ってみたんですけど、長いものに関しては1本しか持ってなかったんで、いやだったらこの部材もね、半分にカットしてアシストグリップが取り付けてあった純正のボルトを使用してですね、ここに取り付けて、取り付け高さを低くしてですね、視界の妨げにならないような形でイレクター取り付ける加工をしていこうかなというふうに思いました。ということで作業していきます。はい。ということで、別のロットで別の色の部材、ストックありましたんで、これを試しにカットしてみて、使えるかどうかちょっと試してみようと思います。まずはカットですね。こんな感じでカットできました。ただね、こういった加工をすることによって取り付け強度がどうなるかって、そういうところに関しては全く未知数でございます。僕もね、完全に自己責任で試しにやってみてるっていう側面がかなり強いんで、こういった部材販売をしておりますが、それを加工したことによってね、何か起きてしまったものに関しては一切責任を負えませんし、そもそもその商品自体にね、製造に問題がないものであれば、どんな場所に使用してどういう風に使ったっていうところも含めて、製品自体にね、責任を負えるものではないっていうことだけね、ご承知おきいただければというふうに思います。とにかくこんな感じでカットできたんで、一回試しに取り付けてみようと思います。カットした部材をですね、アシストグリップについてた純正のボルトで固定してみました。取り付け強度は抜群ですね。これまだカットしてないんですが、このイレクターパイプを固定してみて、どんな感じかちょっと見てみようと思います。簡単に取り付けてみましたが、問題なく取り付け強度取れてそうですね。今回これね、イレクターパイプを出しているメーカーの矢崎から出ている金属継ぎ手、ストックで1個持ってたんで、これを用いて動画にしておりましたが、矢崎のイレクターパイプに対応した金属継ぎ手がね、モノタロウブランドから出てるのも確認しました。動画外でモノタロウブランドのものと比較してですね、物の違いなんていうところも確認したんですが、ほぼほぼ物は一緒でした。ただね、モノタロウブランドの方にこんなところで穴が開いてたりするんで、これおそらくですね、イレクターパイプ同士を接合するための金属継ぎ手だと思うんで、イレクターパイプに直接ボルトが打てるような形で穴が開いてんじゃないかな。抜け防止というかズレ防止で。こんな感じでボルトが打てるよう
ような穴が開いてる以外は作りは一緒でした。ラインが入ってて、おそらくここでカットしても大丈夫だよっていうようなカットラインだと僕は勝手に判断しましたので、モノタロウブランドの方、カットをしてですね、ここに取り付けられるように、金属継ぎ手もカットして加工していっちゃおうというふうに思います。ということでカットしていっちゃおうと思います。やべ。注意忘れましたが、こういった作業をするときは必ず保護メガネを使用するようにしてください。僕はですね、特殊な訓練を受けているっていう思い込みのもと、現在保護メガネを使わず作業していたら、火花が見事眼球にヒットして悶絶しておりました。なんで、必ず保護メガネをして作業することをお勧めしますというか、やった方が身のためです。カットとカット面の整えと塗装するための養生をしました。サンバーちゃんのね、運転席からよく見える位置に取り付ける部材なのでね、丁寧に綺麗に塗装していこうと思います。背景がごちゃごちゃしていて見えにくいかと思いますが、貼ったプラスチックチェーンに塗装したものをぶら下げております。早く乾かしたいので、はい、こちらカセットガスバーナーである程度炙ってですね、温度を上げて乾きを促進したいと思います。ということで、なるべく綺麗でね、ちょうどいい長さのパイプ見繕いました。このパイプをですね、パイプカッターを使って、こっちの切り口汚いんでね、綺麗にしていこうと思います。ディレクターパイプってね、グラインダーとかでね、ガッと切ってしまっても当然切れるんですけれども、パイプカッターを使ってですね、丁寧に切ってあげると切り口が綺麗で、火花が飛び散ったり、切り子が飛び散ったりしないっていうんで、ケースバイケースでっていう風にしてます。端の方ギリギリを今カットしてってるんで、綺麗に切れるかちょっと微妙ですが、パイプカッターで切っていっちゃおうと思います。いった。よいしょ。こんな感じで比較的綺麗に切り口を切ることができるんで、グラインダーで切ってもいいですし、こういったパイプカッターで切ってもいいですし、用途用途によって使い分けるといいかと思います。こういったところ、すべてカット、ディレクターパイプの準備も終わりましたんで、実際に取り付けてみてですね、視界を妨げることなく取り付けることができるのか、その様子をご覧入れようと思います。アシストグリップのところ、使えなかったとしても、このサンバーちゃんにはいくつもアシストグリップの取り付け場所だったりね、ネジが効きそうなユーティリティナット的な場所はいくらでもありますので、そのあたりはね、ここじゃなかったとしても臨機応変にいろんなところで試せるからいいかなとは思いますが、できればここで使いたい。なぜならここにスマホホルダーを取り付けたいからということで、ここについてほしいっすよね。まあ正直なところ、アシストグリップに直接スマホホルダー取り付ければ変な状態になるものでもないんですよ。ただ、どうせだったら専用部材みたいなものを使ってスマートにね、スマホホルダーが付いている方が個人的にはかっこいいんじゃないかというか、もうほぼロマンですね。はい。ほぼロマンなので、このあたりはですね、DIY っていうところで大事な要素になってくる、本人がめちゃめちゃ満足度が高くなるかっていう、そこはすごく重要だと思うんで、あえてですね、ロマンを追い求めてディレクターパイプでやってみようと。誰が何と言おうと俺はこれをやりたいんだみたいなね、そういったロマンっていうのはね、結構重要だと思ってます。はい、皆さんやりたいように DIY をしていこうじゃありませんか。そんなことをね、提唱するチャンネルでもありますんで、当チャンネルのチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。よし。ということで、試しに仮止めしてみましたが、わかりますかね、車が揺れてるの。僕が乗り降りするのに、このアシストグリップに体重をかけても、何ら問題ないなっていうぐらいの強度出ました。実際にね、金属継ぎ手もカットしましたし、金属継ぎ手とね、ユーティリティナットで固定するための僕がね、販売してるこの部材も半分にカットして、強度が大丈夫かなっていう心配なところはありましたが、自己責任の範疇で言うならば、全然問題ない強度が出てるなっていうところでございます。っていうことはですよ、金属継ぎ手とユーティリティナットをつなぐ部材、これをですね、加工することなく取り付けたら、もっと取り付け強度が出るっていうことですよね。そういう点においてね、自画自賛じゃないですけど、なかなか強度の高いもの、皆様にお届けできてるんだなっていうところは思いますね。はい、ということで、少しね、位置をずらして、この位置で固定してみました。本当に取り付けもしっかりできてるし、こうやって見てもらってもですね、はい、視界を邪魔してるような状況はほぼないですね。この取り付け位置であれば、前方視界を妨げるっていうことはなさそうです。なのでね、この下の方、うまいことを使って、この辺りにですね、うまく取り付けができるようなスマホホルダーが欲しいところですね。
実際にこういったところにスマホホルダーつけることも想定してましたし、こういった形で横につけるスマホホルダーは使用してるんですけれども、これだとね、どうしても前方の視界妨げてしまったりとか、個人的にあんまりスマホをね、横で使用するのが好きじゃなかったりもするので、実際にナビ画面としてね、スマホを活用する際に、このあたりにスマホが縦にいてくれた方が使い勝手がいいよっていうことでですね、ここにがっちりとスマホを固定することができるスマホホルダー探したらいい感じになりそうですね。エンドキャップに関してももう注文はしてあるんですが、商品が届くまで2週間から3週間ぐらい時間がかかりそうだということで、僕は待ちきれずですね、ディレクターパイプを取り付ける作業と動画を撮影してしまったということでございます。いずれにせよね、アシストグリップの機能を失うことなく、スマートフォンをですね、ここにインストールすることができそうだっていうね、目処が立ちました。このサンバーちゃんのコックピット周辺、さらにですね、利便性が高まること間違いなしなんじゃないかなっていうふうに思います。ロマンですよね。はい、ということでこんな感じでですね、サンバーちゃんのアシストグリップの位置にですね、ディレクターパイプをインストールして利便性を高めるっていうような形の作業をね、動画にしてみましたがいかがだったでしょうか。そこまでする必要あるっていうものもですね、ある意味ロマンを追求して施工をしていくっていう、それもね、DIY の醍醐味だと思いますんで、皆さんも DIY ライフを楽しんでいただければと思います。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。